はい、お疲れ様です。新玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、キジトラレッスン第3弾というところでやっていきます。今回ね、ベースを完全に完成させます。で、今回ね、このレッスン動画については、レッスン1からレッスン9まであるんだけども、全部一緒にね、動画を見て作品作り上げてみた人で、希望する人には僕にね、写真を送ってもらったら、僕が直接アドバイスをします。で、今回は、やっといてほしいことがあって、写真をね、撮ってほしいんだよね。この完成した時の写真。有料になるんだけれども、僕に作品添削してもらおうかなって考えている人は、ベースが出来上がった段階で、写真をね、収めといてほしいんです。まあ、後からもあるんだけども、正面の写真、横の写真、真上からの写真っていうね、この3つをね、収めるようにしといてください。するとね、添削の時に、ベースの段階でどこが悪かったんだよっていうのもね、教えてあげることができるね。まあそんなところでね、最後撮影を忘れずにやってください。はい、それじゃあね、本編の方に行きます。今回は顔を作ろうというところで最後までやっていきます。はい、それじゃあ頑張ってください。はい、それではね、目の装着をしていきます。まずね、目の位置をしっかりと合わせてみる。で、今ね、ちょっとこれ、目の装着位置に、ちょっとね、目の部分へこませてるんだけど、これは、レジンで目玉を作った人、僕のやり方でね、レジンでね、作った人は、こうやってね、見てほしいんだけど、こう、色つけた部分ね、後ろが湾曲してるのね。で、それがしっかりと設置するように、今ね、目玉の装着位置を少しへこませてるっていうことです。なので、目玉の後ろが平らな、アイシートだったり、市販の目を使っている人は、目のね、装着位置をね、へこますっていうことはしなくても大丈夫です。はい。目の固定なんですけど、できれば両面テープぐらいがいいかなと思います。後でね、目玉の交換とかもするので。で、適量の素材を取って三つ折りにしてください。で三つ折りにしたら、こうやってね、目の半分が隠れるようにかぶせてあげる。で、目頭と目尻の位置。こういったところをね、しっかり固定したら、あとはね、目の周辺のこう余分な部分をね、全部しっかりと刺し固めてってあげる。今ね、画面じゃね、ピンクのね、針刺して目を固定してるけど、これね、指で押さえるだけで大丈夫ですよ。普段やらないことをちょっとやってるんですけど、何かしらね、自分で工夫して、目の固定とかしてみてください。で、目の周りをね、潰していったら、ね、これ今、普段やらないからね、目玉が外れちゃったんだけど、指で押さえるだけで十分なんで。で、しっかりとね、今度ね、ガラスの上をね、固めていくんだけれども、縦に横にしっかりといろんな方向に針を刺して、こうね、固まり具合をこう指先で感じながら少しずつこのまぶたを広げていくようにしてください。でね、これはね、ほんとね、細針とかを使うといいですね。最初スピード針でもいいからある程度固めて形がついてきたら、細針で少しずつ固めていって、とにかくこのまぶたの肉厚っていうのはある程度の厚みがないと後で植毛するときに大変なので、しっかりとね、ここもね、固めてあげるようにしてください。はい。ここからね、画面は2倍速にしていきます。しっかりとね、余分なところも差し固めてあげる。で、下まぶたが良かったら次、上まぶた。同じようにこれくらいの量を取って三つ折りにしてあげてください。そしてまた目の半分が隠れるようにかぶしてあげる。そしてね、目尻、目頭の位置を決めたら、目の周りを余分な部分を差し固めて貼り付けてあげるね、しっかり。でね、これ今使ってるのはスピード針です。で、大体貼り付けたら、ガラスの上の毛を固めていきます。この時も下と同じで縦に横にいろいろな方向で刺していく。でね、まっすぐ刺しちゃうとガラスにね、針当たっちゃうから、ガラスの上を這わせるような針の使い方をする。今ね、これはもう細針でね、少しずつこうガラスの上の毛を締め込みながら。で、今はね、これスピード針に持ち替えて。やっぱスピード針と仕上げ針、細針の交互に使ってね、
スピード針で目の形を整えながら、形が整ったら細い針でしっかりとその羊毛を締め込んでいくっていうような感じでやってみてください。よかったらね、反対側に行きます。で、これね、勘違いしちゃいけないのは、これ1回でまぶたが完成じゃないですからね。はい、反対側も同じですね。三つ折りにしたら目の半分が重なるようにして固定をしていくというところで、余分なところは貼り付けていく。で、この時ね、左右の目の位置、高さがね変わりがちになっちゃうから、どうしてもずれちゃうから、十分注意してやること。そのね、ずれをなくすためにも下書きをしているので、しっかりとこの位置関係をね確認しながら進めていってください。今すでに顎の土台もできているんだから、全体的な顔のバランス考えて、目の位置が合ってるかどうか、顔の中心点が合ってるかどうか、そこをねめちゃくちゃこの時点で意識してください。顔の中心点を確認することと、あとはね、その顔の中心線、横線ね、そのライン上に目の下がね左右ちゃんとその線上にあるように意識して作ってください。これがずれるとね、後々ね大変なんで。あとね、まぶたのこの羊毛の厚みっていうかな、まぶたの厚さっていうのは厚くならないように気をつけてください。ここがねみんな厚くなっちゃうから、植毛した時に目がね沈み込んじゃう、作品作った時にね。それだとちょっとおかしくなっちゃうから、このまぶたを作る時点でまぶたはしっかりとね密度濃くしっかり硬く作れてるんだけど、まぶた自体の厚みはそんなに厚くならないようにしてあげる。この辺はね、またこの後ね、頬骨つけるときに、肉付けしていくときにまたね、重ねていくのでね、概略今、しっかりと目のまぶたの土台がね、できていればいいよっていう感じで捉えておくといいかなと思います。はい、まずはね、目が固定できたので、次、口元のね、土台をね、もう少ししっかり作ります。これはね、作品から外して、今みたいにね、別に作ってからつけた方がやりやすいです。口元に合うくらいの大きさ、これぐらいに合わせてあげて、下顎も含めてね。で、大体よかったら、これをね、全般的にくっつけたら潰していきます。もうなんていうかな、ひげ袋から下顎までを含めたところ、そこをもう少し一段持って、今みたいにこうやってね、差し固めていきます。もう平らに差し固めるだけでいいので。でね、形を少しずつ整えていくと、ね、こんな感じで、骸骨みたいな感じだよね。この形をね、しっかり出してあげた方がいいです。はい、じゃあね、そこまでできたら今度ね、バランスよく作っていくんで、おでこの方のね、肉盛りをしていきます。で、今ね、頭の天骨部分がデコボコになってるから、そこね、先に慣らしちゃいましょう。肉付けをして、で、全般的に綺麗にね、こうやって貼り付けて、凹凸をね、なだらかにしてあげるイメージ。高いところをわざわざ潰してしまう必要がなくて、そのまま、ただその段差とかを埋めて、なだらかにしてあげるっていうイメージです。ざっくりとこんな感じで。で、よければ、おでこの肉をね、ちょっともう少し持ってあげます。で、三角にしてあげて、ざっくりとだけね、こんな感じでね、貼り付けてあげる。で、これもね、全般的に刺して締め込んでいってあげる、しっかりと。で、この時もね、どうしても目玉の近くにね、針入れるので、ガラス自体を刺さないように十分注意してあげる。特にアイシート使ってる人はね、こういう時にね、針がね、レジンに当たって、で、剥離しちゃうのでね。するとね、一度また目外して作り直さないといけなくなるから、そこは十分注意してやる。これもね、全部一緒。
肉盛りしたところは基本的に段差がないように滑らかにしてあげる。はい、こんな感じね。そんなに難しい形じゃないんだけど、もうちょっと宇宙人っぽいような骸骨のようなそんなシルエットになります。はい、それでは次はね、ヒゲ袋の土台を作っていきます。今回はね、ヒゲ袋だけの土台です。なので下顎を含まないので、ちょっとね、おむすび型というか、ヒゲ袋のちょっと形をしたような土台を作っていきます。おおむねね、三角形を作るといいかなと思います。おむすび型。で、さっきも言ったけど、下顎を含まないので、こういうふうにね、ちょっとここをね、一段高くというかね、しておいてください。これはまだ土台だから、ヒゲ袋でも何でもないんで、形をちょっと作っていく。で、次ですね、これ、頬骨の位置ね、それをね、肉盛りしていきます。で、やりにくい人はね、こうやってね、ちょっと細長い感じでね、ある程度形を作ってから貼り付けるといいですよ。ここにね。で、このつけるポイントを見せてほしいんだけど、目頭のやや上くらいから始まって、こうやってね、下まぶたに這わすようにして、鼻先にかけてね、こういう風に段を作ってください。頬骨ね。で、最初はね、スピード針である程度形つけて、今はこれ細針です。細針で、形が良かったら、その形をキープしつつ締め込んでいく。で、もちろん羊毛のね、量が足りなかったらどんどんへこんでっちゃうんで、そういう場合はね、足してあげる。これもね、細針です。で、よければ反対いきます。これね、慣れないうちはね、左右均等の量をね、つけれないので、もうほんとね、一発で決めようとしない。微調整の連続です。もう常に微調整の連続。ね、つけるポイントは、目尻のやや上から鼻に向けてのこの線上につけると。で、下まぶたに這うようにつけてくださいね。で、それを固めていく。よかったら細針でどんどん形をキープしながら締め込んでいく。これね、絶対ね、左右均等にならないと思うので、ほんとちょっと足りないなと思ったら少し足して微調整をしながら、ほんとこの左右常に状態を見ながら進めてください。ここをね、みんなおろそかにしちゃうから、仕上がった時に左右均等じゃなくなる。こんな感じでやります。じゃあ次ね、鼻っ柱の土台を作っていきます。でね、今こうやってちょっと畳んで、こんな感じのね、四角形を作ってください。薄っぺらく。でね、今これはね、どの部分を作るかというとですね、猫のね、この部分です。目の前の。この部分を表現するためにこれを作ってます。で、こうやってね、貼り付けて、で、目にかぶるようにしてね、この目頭のこのまぶたの流れ、そこと合流させるようにして、こうやってね、固めていってください。そしてこれ自体が鼻の土台になります。ここもね、今までにない工程です。ここね、爪先とかちゃんとね、うまく使って細かいところね、しっかりとこう形を作ってあげる。で、段差がないようにしっかり滑らかに、ね、なるように、常にそれを意識して作ってください。しっかり形を整えるのと、ここね、大事にしてほしいのは、ほんとこの目頭のところなんですよ。目頭ね。もう一度言いますよ。この部分ですからね。この部分をちゃんと表現するために今この作業をやってるんですからね。この作業の意味をちゃんと理解しながら進めてくださいね。じゃないとこう意味がないし、上達していかないので。こ
ここのね段差をしっかり見せる、こんな感じです。はい、じゃあここまでできると、次はねひげ袋の土台を作っていきます。これはまだひげ袋の土台です。でこの土台を作るときにすごく気をつけてほしいのがこれです。ひげ袋の端っこが目を越えないように作ってください。できれば今作ってる方だったら左目の中心、その位置より出ないようにした方が植毛してからもひげ袋が大きくならないです。とはいえね、モデルの子がいたらこれはちょっとね個体差があるから一概には言えないんだけども、でもね、基本的には植毛前のベースの状態では、ね、目玉の中心より超えないように作った方が無難です。後からねまたこの上にひげ袋をつけていくんで、あまりこの状態の時にこう前面にボンって出ないような作り方をしておくこと。でここまでできたら次下顎を作ります。こんな感じでね足していってください。で下顎もそれなりにしっかり作ってあげるっていうかな。僕がよく言うのは下顎を作るときに遠慮しがちに作っちゃうとすごくちっちゃくなってあるかないか分かんなくなっちゃうから、ディズニーのねライオンキングとかああいうディズニーアニメの猫科の動物の絵を思い出してね欲しいんだけども、結構ね顎しっかり描いてるでしょ。あんな感じで、ね、作ってあげると結構猫っぽい顔になるのでね。はい、では次はねほっぺたの肉付けをしていきます。このねつける位置見ててね、この辺にね肉盛りをしてあげる必要があるんです。でここのね肉厚を出してあげないとすごいね痩せこけた猫っていうかね猫らしい顔にならないので、ここをねしっかり肉付けしてあげてください。で反対側もつけます。で当然太ってる子を作るときはここの肉厚がすごく厚くして作らなきゃいけないし、その子の個体によってしっかり見極めて作ってあげるっていうことが必要です。まずはね標準的な顔を作るんであればこれぐらいの肉盛りで大丈夫です。でこれも同じで必ずね段差をなくすように常にそれを意識して作ってあげると綺麗なベースができるので。でこれはね次鼻っ柱を作っていきます。でねこれ今見せたら分かると思うんだけども、なんていうかな、さっき作った目頭の部分を表現するときに作ったねあれよりも狭い幅で鼻筋は作っていきます。ここもねしっかり固めながらやっていってください。ガチガチにする必要はないけれども、ある程度の硬さが出るように締め込んでいってあげる。でねここ今なんていうかな、眉間の部分をへこましたりするんだけれども、これはね猫の種類によって変わりますからね。で鼻周りの形をしっかり整えてあげる。だんだんね猫らしいシルエットになってきたよね。でここで初めて鼻っ柱ができたらひげ袋をちゃんと作ってみる。でこれもほんとねモデルの子がいるのは写真とにらめっこしながらどれぐらいの大きさ形にしようかっていうのを見ながらね。で仕上げ針で形を整えながらねやっていってください。これはねほんとひげ袋の形ってその子の個体によってねかなり違うので、そこを見ながらね作っていってあげる。で上からのね形、この形を見てほしいんだけども、こう前に出っ張ってないでしょ。上から見てもこの形を守るように作ってください。はい、よかったらね反対側もつけていきます。これもね頬骨の時と一緒で左右均等にするのはなかなか難しいですから、だからもう一発で決まるって思わずに何度も何度もほんとね細かく微調整するもんだと思って作ってください。もうそう思って作るだけでもね全然仕上がり方が変わるので、どうしてもねみんなねこれをねこういう細かいパーツ
の作り方をね、一発で作ろうとしてるから、だからうまくいかない。もうとにかく細かく作る。でね、こうやってできてきたら、口元とか、髭袋の形もそうだし、あと、鼻に流れるね、この、鼻下の線とかさ、今、口元もやってるけどね、ここね、しっかりね、線がつくように凹凸をしっかりね、出してあげる。すると、メリハリのある土台になるから、今はね、ちょうど目頭のとこやってるけれども、でね、スピードバリでやってます、これ。で、爪なんかを利用してね、こういう風に押さえつけながら、細かいところの形をしっかりとね、凹凸を見せてあげる。こうやってね、ベースの時にしっかりと凹凸作ってるから、だから植毛してからもどんな形なのかね、理解してるから、カットしていけたりね、正しい表現ができるのでね、ぜひやってください。はい、じゃあね、上まぶたの上に2つ折りぐらいにしてね、ちょっとね、うっすらとね、肉厚をね、足してあげます。でね、おでこの中心部をね、肉盛りしたでしょ、最初の方に。で、ここもやっておかないと、おでこのね、肉厚がね、バランス悪いのでやってます。でね、ここはね、どこがへこむのか、どういう形になるのかっていうね、これを思い出してください。これね、今この付近をやってるので、こういうふうにどこが高くなってどこがへこむのかっていうね、ここのこの形状を理解しながら刺してあげる。それがね、すごく大事です。でよかったらね、どんどん差し込んでいって固めていってください。これもね、常に綺麗に段差がないように整えてあげる。で、反対側も作っていきます。まあね、半分折りぐらいにして、ちょっとね、上まぶたにかぶせてあげる。でね、この上まぶたにかぶせるときも、ちょっとね、やり方間違っちゃうと、まぶたの形変わっちゃうから、これね、まぶたの形をこの時に整えつつ、この肉厚をね、増やすようにしていってください。で、余分なね、余ってるところはしっかりと鳴らして、他のとことの段差をなくして綺麗に見えるようにする、表面を。僕ね、このベースの時にね、すごく綺麗に作るのって大事だと思っていて、やっぱね、ここを丁寧にすることで植毛もね、すごくしやすくなるし、形も明確にわかるから、植毛した時にこの形を見失うことがなくなってくると思うので、ここをね、とにかくベースをどれだけ綺麗にしっかり凹凸をつけて作るかっていうのを大事にしてやってみてください。で、時々ね、手でチェックしながら、やばいとこないかね、探してみる。はい、じゃあね、次今手でこねこね回してたのは、顎ですね。顎の骨格を作っていくというかね、このエラの部分をしっかり作っていきます。ここね、結構肉厚にしていいです。で、さっき作ったほっぺたの肉付けしたとこ、あそこにかぶせるようにしてなだらかにしてってやってください。で、しっかり顎のライン、エラのラインをしっかり出してやる。で、この時も猫顔のポイントの中で示したようにね、このそれぞれのこの額のライン、鼻先のライン、顎のラインが下に向くような感じで作るのが、今のところね、僕は猫顔を表現するときにベストだなと思っているやり方です。まあ、ちょっとそこを意識して作ってみてください。ここもね、緩くならないようにしっかりね、この形を保って固めていってください。ここね、しっかりね、作ってあげてないと、植毛した時にかなりね、仕上がり変わるんで、ここしっかり作るようにしてください。もう多くの人はね、猫うまく作れないって思ってる人って、これがないんですよ。ここの表現がないから、猫らしいシルエットにならないんですよね。足りないんですよ、パーツが。ほっぺたの肉付けをしたところにかぶせるようにして固めてってあげる。で、今この部分ね、
ここは肉厚。顎からこうやって自然に流れるようにしてください。この顎関節の部分ね、ここをしっかり肉厚を厚めにして作ってあげる。でこれもね、結構左右のバランス見ながら作らないと、なんていうかな、顎のね関節の高さの位置が変わったりするので、ここバランス見ながらやってください。で同じです。段差をなくす、滑らかにするっていうのをやってください。でね、今触ってた付近、この辺がね結構ね緩いんですよ。どうしても緩くなりがちだから、そこも固める。で固めるついでに、今からこれやるのはね、耳の土台です。耳の土台を作ります。耳の土台っていうのはこれね、この赤丸の部分、これがあることで結構ね耳の角度、つけれる角度の幅が変わるので、僕はこれを作るようにしてます。これはねぜひね作ってください。で特にねフレームタイプの作品だと、この裏側、ここがね雑になりがちだから、しっかりと表面も固めて作るけど、裏面もねちゃんと時々固めながらね作るのを進めていってください。はい、良ければね反対側もつけていきます。ここもねその完成の形が理解していればそんなに難しい話じゃないと思うので、裏側もね全般的に締め込みながら、で触ってるとねやっぱり弱いところって分かると思うので、やばいんでね、でそこはやっぱりしっかりもう一度こうやって弱いところは刺していって、でへこむようであれば少しね毛を足して固めてあげるってことをしましょう。特にこの際の部分とかね柔らかいんで。で今これ触ってチェックしてるところですね。でよかったらね、だいたいここまでできたら首元、ここのね肉付けをしていきましょう。ちょっとざっくりだけどね。フレームタイプの作品でもやっぱりここの肉厚も必要だし、ここの胸とか首の幅、これもねかなり重要になってくるので、作品のバランスとして、だからここもしっかりと作ってあげてください。はい、こんなところでね顔のベースはこれで完成になります。でここからは僕に添削してほしい人はね、このベースが出来上がった段階でこの3枚の写真を撮ってほしいんですね。ベースの正面からの写真、そして横からの写真、これ左右どちらでもいいです。横からの写真と真上から見たこの写真、このね3枚を必ず撮っておいてください。これあれですよ、別々の写真でいいですから、3枚の絵を1枚ものにしなくていいですからね。それぞれ正面の写真、横の写真、上からの写真、それぞれ3枚準備してください。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけでね、僕の添削を希望している人はね、このベースの写真をねしっかりと収めておいてください。で次回はねいよいよ耳の作り方とか、あと植毛の方にね移っていきます。引き続きねキジトラ完成までね頑張ってねチャレンジしてください。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。